はい、どうも皆さん、こんにちは。いおりです。今回はデスクを買い替えて、デスク環境を一新したんで、デスクツアーをやっていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。まずモニターが、これメインディスプレイが EIZO のフレックススキャンってやつ使ってて、こっちにサブモニターとして、ASUS の UKL の 240Hz のゲーミングモニターが置いてあります。基本的にはこっちがメインディスプレイで、作業をして、こっちがサブディスプレイっていう感じで使ってるんですけど、ゲームするときはこっちのモニターをメインディスプレイにしたいので、僕がこう、ウィーンって左にずれることによって、こっちのディスプレイをメインモニターとしてゲームができるっていう感じにしてます。前のデスクだと、もう Windows 用と Mac 用のデスクを完全に2つに分けて使ってたんですけど、ちょっと不便だったんで、今回はデスク天板をめちゃめちゃ広くして、こういう運用をできるようにしました。で、使ってるデスクの天板が、なんか IKEA で購入した横幅186センチ、奥行きが65センチの、なんかすごい横長の天板になってます。デスクトップマシンを置いて27インチのモニター2枚置こうとしたら、このぐらいの横幅は必要かなと思って購入しました。で、この巨大なデスク天板を支えている、電動昇降デスクの足、これが Amazon で購入した電動昇降デスクの足となってます。これ3万円で買えるんですけど、ここが3段階になってて、めちゃめちゃ下げれるんですね、これ。限界まで下げると58センチまでいきますし、上げてったらスタンディングモードみたいな感じで120何センチくらいまで高さが出せます。で、基本的に僕立たないんですけど、座ってる時の高さを柔軟に調整したいなと思って、これにしました。で、前のデスクだと、Windows 用の方が65センチぐらいかな、高さ。で、Mac 用に持ってた Amazon で2万円ぐらいで買った電動昇降デスクの足つけたデスクが、なんか限界まで下げても70センチぐらいまでしか下がんなくて、で、天板乗っけるともう75センチぐらいになっちゃうみたいなデスクで、ちょっと高いなーって思って、デスクトレイつけて、キーボードの位置下げたりしてたんですよね。で、その反省を生かして今回は、めちゃめちゃ下げれる電動昇降デスクにしました。なんか座ってる姿勢を良くしたいっていうのがあって、なんか足を地面につけて、肘の角度は90度みたいな、よく言われるのがあると思うんですけど、結構下げないとそういう姿勢にできないなと思って、だいたい60何センチとかで使ってますね。ちょっと70センチぐらいだと高い気がします。っていうので、このめちゃめちゃ下げれる電動昇降デスクにしました。3万円なんですけど、ちょっと3万円でこの3段あるっていうのはめちゃめちゃコスパいいと思いますね。で、この巨大な天板が乗っかるかちょっと不安だったんですけど、限界まで横幅を伸ばしたらちょうどいい感じになりました。で、使ってるマシンがここに M1 の MacBook Pro があって、メモリが 32GB の M1 Pro ですね。これね、なんかもう進化が微妙で買い替えるタイミングが全然わかんないですよね。でモニターの出力を切り替えると、こっちの Windows が動きます。これ、Mac の Apple のロゴついてるんですけど、昔の PowerMac G4 っていう Mac のマッキントッシュのデスクトップマシンの側に中に Windows のパーツを詰め込んだマシンとなっております。いや、これめちゃめちゃかっこよくていいですね。欲しい PC ケース全然なくて困ってたんですけど、これはかなり満足感のある PC に仕上がりました。でスペックが 2080Ti、5800X3D、メモリが 64GB のマシンとなっております。で、キーボードが、キーボール44っていう自作キーボードの、ロープロファイル版のキーボーリッシュ44っていうのがあるんですけど、それを使ってます。もともと普通のキーボードを使ってて、
なんかモノグラフっていう YouTube チャンネルにロープロファイル版のキットがあるみたいな動画が上がって、で、それがおすすめに出てきた時に、もうすぐにその制作者の方に連絡して、僕の分も作ってもらいました。やっぱこの分割式で、なおかつここにトラックボールついてるっていうのが、めちゃめちゃ肩こりにいいです。なんかね、分割式にしただけじゃ、なんかこういう動作が発生するせいで、右肩おかしくなっちゃったんで、もうこっから動かさなくていいっていうのは、めちゃめちゃいいです。で、まあこっちはゲーム用のキーボードがあって、ちょっと今マウス置いてないんですけど、ゲーム用のキーボードはこれ使ってます。ATK68 っていうキーボードの、まあキーキャップはなんかヴィンテージ風のやつ買ってきてつけたんですけど、本体は ATK68 っていうキーボードです。なんかこれファクトリールームされてるっていうので、めちゃめちゃ打鍵感いいし、マグネティックスイッチでラピッドトリガー的な機能も使えるんで、気に入って使ってますね。で、僕はこのキーボードの配列を、汚ねキーボード。キーボードの配列を、ドボラック配列っていうのを愛用しております。で、あとは、なんだろうな、スピーカーかな。スピーカーこれ、ハーマンカードンのサウンドスティックの2を使ってます。なんか現行のやつが、スピーカーの部分が白くなっちゃってて、あんまりかっこよくないなと思ったんで、なんか2をフリマアプリで買ってきました。全体的な雰囲気に合ってるスピーカーでめちゃめちゃ気に入ってます。このね、横幅がね、全然太くないんで、デュアルモニターの邪魔にならないっていうのもめちゃめちゃいいですよね。スピーカーとデュアルモニターの相性が悪すぎて、まあ大体ね、こう縦に2個置くみたいな構成やってたんですけど、まあ今回この横に置いて、僕がこう横にずれることでメインモニターを切り替えるっていうことをやろうとしたんで、まあ、どうしてもスピーカー置けないなって思ってたんですけど、まあ、これなら置いていいかなと思って置きました。いや、かっこよくて、めちゃめちゃ満足してます。あそこにサブウーファーもあります。ちなみにこれ Linux のデスクトップマシンですね。たまに使うやつ。で、下にこれ、ケーブルトレイを買ってつけてみたんですよね、初めて。いっつもなんかケーブルごちゃごちゃになってて、ちょっとスッキリさせてみようと思ってケーブルトレイ買ったんですけど、あの、全然収まりませんでした。ケーブルトレイを買ったのに、電源タップとハブとかで埋まっちゃって、ケーブルトレイを買ったのに全然ケーブルが収まってないっていうね。これはなんとかしたいんですけど、いやーこれ、デスクの天板広いんだから、デスクの天板広いんだから、2個買えばよかったですね。全然収まらないっていう予想外でした。このぐらいかな、デスク周りは。ちなみにこのドリスのキャビネット買ったんですけど、後ろにケーブル用の穴みたいの開いてて、中にモデムとかルーターを収納できるっていうルーター類を隠せて、めちゃめちゃいいです。あとオーディオ関係いきますか。オーディオ関係は、よいしょ。ここにボルト176っていうオーディオインターフェースがあります。これね、なんかデザイン性あって机の上に置きたかったんですけど、ちょっとこいつが邪魔すぎてデスクの上に置くのを断念して、これをつけて収納しています。で、これがね、コンプレッサーついてるんで、コンプレッサー掛け取りでウェブ会議とかできるんで、まあ相手に声が伝わりやすいようになってるんじゃないかなと思って購入しました。で、ヘッドセットを、これオーディオテクニカの、なんていうやつでしたっけ、なんか M50X のベースに AT20 なんたるシリーズっていうめっちゃ有名なマイクのシリーズと同じマイクユニットがついてるヘッドセットです。ちょっとデスクにね、マジでもう、なんかアームつけてマイク置くとかやりたくなくて、すげえ邪魔だし、姿勢固定されるので嫌だなと思ってヘッドセットタイプにしました。これマイクの音質もいいし、ヘッドセット部分も
定番のモニターヘッドセットだし、でしかも XLR 端子になってるんで、あれこれなんか外れてんな。まあ、ヘッドホンの方をこっちに挿して、マイクの方はこう XLR 端子になってるんで、ここに挿して、コンプレッサーが掛け取りできてるっていう、もうめちゃめちゃこれ理想のセットアップできました。はい、というわけで今回はデスクツアーの動画でした。